ヒーロユイは新機動戦機ガンダムウィング及びその派生作品に登場する人物です。幼い頃から工作員としての教育を叩き込まれ、わずか15歳ながら人間離れした身体能力を有する戦闘マシーンとして育てられました。ガンダムウィングの主人公であるヒーロユイという名前はコードネームで、宇宙自治運動における伝説的な指導者ヒーロユイにちなんで付けられています。地球圏統一連合に反感意識を持つコロニー居住者による地球降下作戦オペレーションメテオでは、ウィングガンダムとともに地球へと送り込まれました。今回はそんなヒーロユイについて解説させていただきます。アフターコロニー180年頃、ヒーロはコロニーの指導者ヒーロユイを暗殺した張本人であるアディン・ロウとオズのエージェントであるアオイ・クラークの子供として生まれました。その後、ヒーロが生まれる頃にはアディンとアオイが別れていたため、ヒーロはアオイと義理の父親である連合軍技術者のセイス・クラークとの間で育てられます。しかし、宇宙要塞バルジュ完成式典がテロリストによって強襲された際、アオイとセイスが死亡。ただ、その場に居合わせたアディンがアオイとヒーロを救出するため奔走した結果、ヒーロだけは無事救出されました。その後、アディンは血のつながりを隠しながら身寄りのなくなったヒーロを引き取り、アディン・ロー・ジュニアの名前を与え育て始めます。当初アディンはヒーロに殺しの知識を与えるつもりはなかったものの、親子の関係を偽るために工作員としての基礎を叩き込みました。その際にアディンはヒーロへ感情のままに行動することを伝えており、これはアニメ本編でもヒーロの大事な指針となっています。なお、この頃のヒーロはリオーの人形を抱えていますが、これは義理の父であるセイスがリオーやエアリーズの開発者だったことからリオーに思い入れがあったのかもしれません。その後、ヒーロがアディンの息子と知ったでキム・バートンが血縁関係を盾にしてトレーズのイフテイであるバンクシュリナーダ暗殺をアディンに依頼。しかしこれはデキムが仕込んだ罠で、アディンは最終的にデキムに殺されました。こうしてアディンを失い天涯孤独の身となったヒーロはドクター J の元に引き取られた後、ガンダムパイロットとしての英才教育を受け、少年兵として鍛えられていきます。この時ドクター J は緑色のタンクトップを着たヒーローと別に彼のクローンである黒いタンクトップを着たヒーローを用意しました。黒服ヒーローはアルファ、緑服ヒーローはベータと呼ばれ、2人は過酷な訓練に取り組みますが、最終的にベータはアルファをわざと逃がし、ウィングガンダムの正式パイロットになりました。こうしてヒーローは幼少期からの壮絶な体験を経て少年兵として育てられたため、表面的には無口で無愛想な人間として成長しています。また工作員として活動していた時代に自分のミスで民間人の少女を死なせてしまった経験から、より自分の心を押し殺すようになってしまいました。さらに自分の命にすら無関心な上に、敵機を撃墜した時に笑い声を上げるなど精神が破綻している部分もあるため、任務遂行のためなら手段も厭わない冷酷な人間に見えるものの、その裏には本来の純粋で心優しい性格を隠しています。このように工作員としての冷酷さがありながらも、本来の優しい心も捨てられないでいるため、理屈に合わない非常に不器用な生き方しかできない、そんなヒーローの姿にリリーナやデュオをはじめ多くの人間が影響を受けていくことになります。そしてアフターコロニー195年テレビ本編ではオペレーションメテオ発動とともにヒーローユイのコードネームを与えられ、シャトルに偽装したウィングガンダムで地球へと降下します。しかし降下中にゼクス・マーキス率いるオズのモビルスーツ部隊と遭遇し、戦闘の末にウィングガンダムは海に水没してしまいました。ヒーローは何とか脱出するものの、流れ着いた砂浜で出会ったリリーナ・ドーリアンに顔を見られたことで自決しようとしますが失敗。リリーナが呼んだ救急車を奪って逃走します。その後リリーナを抹殺するために彼女の通うセイント・ガブリエル学園に編入。そしてリリーナから誕生日パーティーの招待状をもらった際に、招待状を破った上で彼女にお前を殺すと堂々と宣言をしました。ちなみに富野監督はこのシーンを見て、あれは新しい P の表現であるとコメントされています。その後学園を拠点としながら、まず海中へ沈んだウィングガンダムをオズに回収されないよう自らの手で破壊するために行動を開始。そしてウィングガンダムへ向けて魚雷を発射するため、
軍の港へと向かいますが、その現場でリリーナとデュオ・マックスウェルと遭遇しました。リリーナを殺害しようとしたところをデュオに阻止され負傷するものの、どう見ても悪役なはずのヒーローリリーナがかばい、その隙にデュオがデスサイズと共にサルベージしたウィングガンダムに魚雷を撃ち込むことには成功します。しかしヒーローは海面に叩きつけられて気を失い、まるで意味がわからない終わり方をしました。その後リリーナの通報によって地球圏統一連合の医療施設に収容されます。施設に潜入してきたデュオによって解放されますが、任務失敗と感じた責任から施設から飛び降りた際にそのまま自決しようとします。しかしリリーナの叫び声を聞いてとっさに思いとどまり、なんとか生き延びました。その後リリーナがオズによって狙われ、セイントガブリエル学園が襲撃された際も無意識にリリーナをかばってしまい、結局彼女を殺せず学園を去ることになります。こうして兵士として心身ともに完璧に訓練していたはずのヒーローが心が乱されるほどにリリーナの存在は大きなものになりつつありました。そして学園から離れた後、オズの策略に惑わされ、ニューエドワーズにおける地球圏統一連合の軍縮会議を襲撃し、コロニーとの和平推進派であったノベンタ元帥のノルシャトルを撃墜してしまいました。これによりコロニーのために戦っているガンダムにとって本来味方にすべきはずの連合内の穏健派に決定的な打撃を与えてしまいます。その隙にオズは連合の権力を掌握。さらにシベリアでトーラス輸送を偽装した作戦でガンダムを罠にはめた上でコロニーを盾にしてガンダムをはじめとしたコロニーの抵抗派閥へ降伏を迫りました。ここでドクター J がコロニー抵抗派閥として降伏を表明するも、ガンダムは渡さないと確固たる姿勢を見せます。ヒーローはゼクスのカルトールニスと戦闘中でしたが、ウィングガンダムを自爆させました。しかしヒーローは至近距離で自爆を受けたにもかかわらず、人間離れした頑丈さにより一命を取り留め、トロワバートンにかくまわれ傷を癒します。その後トロワと共にノベンタ元帥の親族に謝罪をするための旅をする中で、ノインの手引きによって南極基地でゼクスと再会します。ゼクスはヒーローとの決着を1対1でつけるため、自爆したウィングガンダムを組織内での立場を危うくしながらも修復しました。そうまでするゼクスの思いに応え、ヒーローも決闘を受け入れますが、戦いの中でゼクスの気持ちを鈍らせないためにあえて修復されたウィングガンダムではなく、ヘビーアームズで決闘に臨みました。結局決闘の最中にリリーナが割って入ったり、オズの追悼部隊が介入したことで決着はつけられないまま、トロワと共に戦場を離脱します。こうしてガンダムも手元に戻り、体も癒えたものの、コロニー側はオズの政治活動によって懐柔された上に、ガンダムがいるからコロニーは危険にさらされるという考えに至ったため、ガンダムパイロットたちは戦う意味を失ってしまいました。そのためヒーローはガンダムを地球に捨てて宇宙に上がり、デュオの名前を勝手に借りて学生として潜伏していました。その後月面基地に囚われていたガンダム開発者たちを抹殺するため月面基地に潜入しますが、オズのパイロットとして潜伏していたトロワによって捕まります。こうしてオズの新型モビルスーツのテストパイロットとしてメリクリウスに登場し、バイエイトのパイロットとなったトロワと共にオズの兵士として戦っていきます。そんな中、保身ばかりに走るコロニーの姿勢により父を失い、コロニーの人々に絶望したことから、ウィングガンダムゼロでコロニーを破壊して回るカトルと交戦。この戦いの中でトロワの捨て身の説得により、カトルは正気を取り戻すものの、トロワは行方不明となってしまいました。その後オズに露獲されたウィングガンダムゼロの実験にカトルと共に協力させられることになります。この時ゼロシステムに飲まれてしまい、ドクター J をはじめとした科学者を殺そうと暴走を始めますが、カトルの説得とリリーナのイメージを見たことで暴走をやめます。そしてヒーローの意を組んだカトルと共に地球へ降りました。その頃世界を掌握しつつあったオズは、スポンサーであるロームフェラ財団率いるオズ主流派とロームフェラのやり方を否定するトレーズを支持するトレーズ派に分かれて派閥争いをしていました。ただ当のトレーズはすでにオズの代表から降ろされ軟禁されていたため、オズはすでにロームフェラ財団に乗っ取られ、トレーズ派が各地で抵抗運動を行う形になっていました。そんなトレーズ派にヒーローが傭兵として加わり、目的もないまま戦い続けます。
そんな中、リリーナが治める完全平和主義を掲げる王国サンクキングダムが、ロームフェラによる軍事支配へ抵抗を続けているという話を聞きました。そして、平和を願い続ける人々との関わり合いやノインの手引きもあり、ヒーロとカトルは、サンクキングダムに身を寄せることを決めました。当初は、完全平和主義を唱えるリリーナの姿勢に疑問を呈していましたが、王国の無防備さと王国の理念に共感する人々の姿を見て、リリーナの信念を守るため、サンクキングダムのため、戦うことを決意します。しかし、自分の戦いに意味を感じられないヒーロは、より危険な戦場を求めて、トレーズ派の砦である、ルクセンブルク城の戦闘に介入。そこでトレーズと出会い、ガンダムエピオンを託されました。一方、完全平和主義の思想が、ロームフェラの中にも浸透しつつあることを危惧した財団の上層部は、とうとう、サンクキングダムへの侵攻を開始します。ヒーロもそれに対抗するため、エピオンで出撃しますが、市街地に戦火が広がっていく中、エピオンシステムにリリーナが死ぬビジョンを見せられたことで暴走していました。一方のリリーナは、完全平和主義を貫くため、オズへ投降。カトルやノインの奮闘虚しく、サンクキングダムは崩壊しました。しかし、王国崩壊後も、ヒーローは、サンクキングダムで残存部隊と戦い続け、遅れながら到着したゼクスのウィングゼロとも交戦。ただ、二人ともシステムに翻弄されたため、決着がつかずじまいとなり、最終的には、ヒーローは、ゼクスに、トレーズの考えは理解できないと言い、互いの期待を交換して王国を去りました。それからは、ヒーローは、ウィングゼロと共に、単独で、財団への抵抗を続けます。そんな中、リリーナは、ロームフェラ財団内で、内部への求心力を高める傀儡として利用するために、財団の代表へと就任させられました。リリーナが財団に利用され、財団による世界国家の誕生という偽りの平和を良しとしないヒーローは、リリーナを自分の手で抹殺しようとしますが、彼女が、そのカリスマ性で、財団内部からも多くの支持を得て成り上がっていく様を見て、思いとどまり、その動向を見守ることにしました。そんな中、ロームフェラ財団による支配を良しとしない元トレーズ派や連合残党軍によって結成された宇宙革命軍ホワイトファングの指導者として、ゼクスことミリアルド・ピースクラフトが就任し、地球の排除を宣告します。一方のリリーナは財団の支持を得ることに成功し、名実ともにオズの代表となりますが、完全平和主義を唱えるようになった財団には、ホワイトファングに立ち向かう術がありませんでした。そんな中、幽閉されていたトレーズが、再びオズの代表の座に返り咲きました。こうして、トレーズ率いる地球と、ミリアルド率いる宇宙による戦いが勃発します。そこで、ヒーローは宇宙へと上がり、ガンダムパイロットの拠点となっていたピースミリオンへと合流し、戦争を終わらせるべく立ち向かいます。この頃には、不愛想ながらも、本来の優しい性格が見え隠れするようになった上に、自身の考えに基づいて、より素直に行動するようになっています。戦いの前には、単身でホワイトファングに潜入し、囚われていたリリーナを救出。そして、リリーナが築く平和な世界のために戦争を終わらせることが自身の使命とし、ミリアルドとの最後の戦いに臨みました。地球のような強者の存在がコロニーという虐げられるものを生むと、激しい怒りを見せるミリアルドに対して、戦いの中で弱さを認められるようになったヒーローは、人類全てが弱者だと説き、戦いを制します。そんなコロニーを守ろうとする二人の戦いは地球圏に中継され、人類に戦いの悲しさを伝え、平和への足がかりとなります。そして、ヒーローは最後の任務として、地球へと落下しつつあったリーブラの破片の破壊に成功。地球を核の冬から救いました。こうして、テレビ版ガンダムウィングの物語は終わり、1年後、エンドレスワルツで描かれるストーリーへとつながりますが、その間を描いた作品がいくつか存在します。中でも、漫画新機動戦記ガンダムウィングバトルフィールド・オブ・パシフィストでは、エンドレスワルツでガンダムを廃棄しようとした理由や、ウーフェイが敵になった理由が描かれました。本作では、宇宙に漂う無人モビルスーツ製造プラントウルカヌスに300機以上のビルゴが残されているという情報が浮上し、それを手に入れようとするビクター・ゲインツとガンダムパイロットの戦いが描かれています。この時、オズのブローデンという人物が、自らが人類の新たな進歩を促すための脅威になると考え、同じくウルカヌスを欲しており、ウーフェイはこの考えに興味を持って行動を共にしていました。最終的に
ガンダムパイロットたちはビクターを倒し、力による支配を否定しました。そして人を信じてガンダムを捨てることを決意しました。一方、ウーフェイはブローデンが志半ばに殺されてしまい、俺自らが脅威になると考えるようになりました。そして時は流れ、アフターコロニー196年12月24日、マリーメイヤ・クシュリナーダを旗印としたマリーメイヤ軍によってリリーナが拉致される事件が発生します。ヒーローはリリーナを救出すべくディオと共に L3X18999 コロニーに潜入しますが、マリーメイヤ軍に食らったウーフェイがアルトロンガンダムと共に立ちふさがりました。さすがのヒーローもリオでは防戦一方となりますが、マリーメイヤ軍に潜入していたトロワの起点によってその場を切り抜けます。そしてトロワたちと共に X18999 コロニーの落下を阻止した後は、カトルが回収したウィングゼロを宇宙空間で受け取り、そのままマリーメイヤ軍とリリーナがいる地球へと向かいました。その道中、成層圏で待ち構えていたウーフェイと激戦を繰り広げます。戦争がなくなった世界で兵士はどこに向かえばいいのかと葛藤するウーフェイに対して、自分たちが戦い続けることで今までの犠牲が無駄となり、悲惨な歴史が繰り返されることの無意味さを解きながらも、いつまで自分は戦い続ければいいのかという自身の問いに答えを出せず、戦意を喪失してウィングゼロごと海へと沈みます。しかし今度こそ無意味な戦いに終止符を打つため、ウィングゼロを再起動してマリーメイヤの元へと向かいました。そしてブリュッセルの大統領府上空に現れたヒーローは、ツインバスターライフルによる攻撃でマリーメイヤが籠城していたシェルターを破壊。この攻撃によりウィングゼロは大破し、はるか上空から機体ごと地面に叩きつけられたものの、なんとかコックピットから這い出て大統領府内に潜入し、マリーメイヤたちの前に現れます。そして弾の込められていない拳銃でマリーメイヤを撃ち、彼女を利用される立場から解放しました。そしてもう誰も殺さなくて済むと安堵したヒーローが力尽き、リリーナの腕に抱かれながら眠りにつきます。こうして兵士としての使命を完全に終えたヒーローは、リリーナの演説を見届けた後、街の中へと姿を消しました。こうしてその後の歴史の中で、ガンダムを含むモビルスーツという兵器の存在は二度とその姿を現すことはなかったと、世界には恒久的な平和が訪れたはずでしたが、アフターコロニー197年4月、サンクキングダムでリリーナ17歳の誕生日会が行われる中、テロリストが襲来します。この内容は漫画新機動戦記ガンダムウィングエピソード0に収録されたプリベンターサンクと呼ばれる物語ですが、現在展開中の漫画プリベンター7として再構築されています。またこの内容は小説フローズンティアドロップでも描かれています。テロリストエピオンドテロスの首謀者であるビズヌフ・ノイエンハイムは核爆弾を仕掛けました。再び集まったガンダムパイロットたちにより核爆弾の解除には成功しますが、この解除によりパーフェクトピースプログラムが起動してしまいます。パーフェクトピースプログラムとは、平和を願うピースクラフト家の人間、つまりリリーナがセットと命じる、または安らかな死以外の方法で命を落とした時に発動するというプログラムです。これが起動すると、体内に医療マシンや火星用ナノマシンを持つ者は全員死ぬように仕組まれているため、万が一発動すれば約30億人もの人間の命が失われるという恐ろしい兵器でした。そこでリリーナはパーフェクトピースプログラムの発動を遅らせるため、星の王子様と呼ばれる冷凍カプセルで眠りにつくことにします。さらにパーフェクトピースプログラムの回避手段である安らかな死とは、ヒーローがリリーナを殺すことを指しており、リリーナが目覚めた後、唯一のパーフェクトピースプログラム発動回避手段になるべく、ヒーローもまた冷凍カプセルで眠りにつくのでした。その後、時はマーズセンチュリー。当初はミリアルドが火星連邦政府初代大統領を務めていましたが、ある時暗殺されてしまいます。そしてマーズセンチュリー 0022 リリーナ・ピースクラフトが目覚め、火星連邦政府2代目大統領に就任しました。またミリアルドが暗殺された後、ゼクスそっくりな謎の人物ゼクスマーキス上級特佐がラナグリン共和国の指導者として立ち上がり、火星連邦政府からの独立を宣言して戦いを挑んでいました。そんな世界において、リリーナの目覚めから半年後、パーフェクトピースプログラムの脅威を取り除くため、プリベンターによるリリーナ暗殺作戦オペレーションミュートスが発令。
パーフェクトピースプログラムを発動させずにリリーナを殺せる唯一の人物であるヒーロがコールドスリープから目覚めました。こうしてヒーロはスノーホワイトで戦っていくことになります。なお、長い間コールドスリープをしたにもかかわらず超人的な能力で戦っていますが、実際は全盛期には程遠い状態のようで、カトルからは一度ゼロシステムを使ったくらいでこんなにヘトヘトにはならないと言われていました。またフローズンティアドロップの重要な要素として様々な人物の過去の記憶がデータ化されており、それらの記憶ファイルを読み解き特定のキャラクターにダウンロードすることで覚醒するというものがあります。そのため目覚めたリリーナは記憶が不完全で、ヒーロがリリーナを殺そうとするステラノベンタを撃とうとした際には逆にリリーナがヒーローを銃で撃ってしまい、その後覚醒するためにピースクラフトファイルを読み込んでいます。一方でヒーローはリリーナに銃で撃たれた後、ヒルデによって治療を受けたかと思いきや記憶をリセットされてしまい、かつてのトロワのような状態になります。そしてヒーローはロン・メイランとサリー・ポーのデータを追加した真のゼクスファイルを見て覚醒しました。その後要塞バベルの砲撃により大勢の民衆が殺されてしまう中、リリーナはラナグリン共和国に投降。軍事法廷が開かれます。リリーナは戦犯として死刑判決が下され、ヒーロに殺されました。が、実はヒーロが撃ったリリーナはリアルな立体映像で、なんとか逃げ出すことに成功。ヒーロはスノーホワイトに乗り込み、ラナグリン共和国のゼクスマーキス上級特佐が狩るガンダムエピオンとの戦いを制し、火星南北戦争は終結しました。また、全ての元凶であるギズムフを捕らえたことで、パーフェクトピースプログラムの解除コードの入手に成功し、リリーナを殺さずにプログラムの発動の回避に成功。大統領ではない自由の身になったリリーナ・ドーリアンのもとにヒーロが訪れ、プロポーズの手紙を渡したところで、フローズンティアドロップの物語は幕を閉じました。なお、この後日談に関しては、ガンダムエース2023年8月号に掲載された新機動戦機ガンダムウィングフローズンティアドロップ静寂のフィナーレで描かれており、ヒーロが自身の出生届を見つけたことで、リリーナと戸籍上でもれっきとした夫婦になれることが示唆されています。なお、リリーナと結ばれる際にヒーロユイの名を捨てたものの、新しい名に関しては決めかねているため、未だにリリーナは彼をヒーロと呼んでいるようです。余談ですが、ヒーロがドクター J の下で訓練を受けていた際のクローンアルファはマーズセンチュリー WO22 に再登場してヒーロユイを名乗り、指導者ヒーロユイの意思を継いで火星での次期大統領の首席補佐官として実践的な完全平和のために尽力する姿が描かれています。ということで以上、ヒーロユイの人生でした。ガンダムウィング30周年記念 PV が公開され、フローズンティアドロップのマーズスーツたちの全体像が公開されることを期待したいところですが、フローズンティアドロップで描かれているマーズセンチュリーの物語では、本人そっくりのクローンやホログラム、そして同一名称の人物が多数登場するので分かりにくくなっています。しかし、内容はガンダムウィングの世界観全体を補完してくれる内容になっているので、未読の方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。